ございます。にもチャンネルです。昨晩は飲みすぎまして、朝方まで畑の中で過ごしたんですけれども、あまりカニ食べられませんでしたね。いつもはもうちょっといたらもう数箇所すぐ食べられるんですけど、でバーベキューではこの川で釣ったマスをいただいたんですけれども、とっても肉厚で本当にうまかったです。現在朝6時くらいですかね。またでかいの釣りたいと思います。デイジー 2.5g。 いや、思い釣れるかな。じゃあ行きます。おお、1投目。楽しい。いや、しかもまたなんかちょうどいいサイズ。昨日は流れのある場所を攻めていったんですけども、今日は流れのよどみとか、あとは影の明暗になっているところも探っていきます。落ちパク。このちょっと水門ちょっと奥側対角線上ギリギリに投げたらいきなり食ってきました。もう落ちた瞬間でしたね。楽しい。さっきのやつよりちょっとでかい感じはしますね。おお、いいサイズ。おお、いやー、綺麗なマスが。さっきのと同じくらいかな。サイズ全部いいっすね。よいしょ。口の横に針が、しかも外掛かりがかってるってことは、ルアーを真横から完全に口に入るところっていうかな、完全に餌と認識してるっていうことで、個人的には一番いいかかり方だと思ってるんで。使用したルアーはベルベットアーツのフォルテ 1.8g と 2.1g、 そしてテイジーの 2.5g です。自然渓流、あとは自然河川での釣り、あとは人工河川での釣りを想定していたので、まず重めのルアーで、ちゃんとアクションしてくれる、あとは浮き上がりにくいでレンジキープ力があるということで、いつも缶釣りでも使っているこのルアーをチョイスしました。
引きすぎた感はありますけど、落ちた瞬間食ってきたんでしょうこれも。いや、綺麗なマス。大物、さっきの釣ったポイントでさらに大きいのを狙っていきます。うわ、いいサイズ。30、40近いですね。缶釣りだと魚がいること前提で釣りを始めて、その日魚がいる層ですね、表層とか中層、ボトム、あとはルアーのカラーとか水温、人的プレッシャーとかさまざまなことを考えて釣りを組み立てて楽しむんですけれども、今回この初めて来た自然河川とか人工河川だと魚がそもそもそこにいるのかわからない状況から始めるので、そのドキドキ感と生命反応があった時のおっていうそのワクワク感、あとはもう何といっても釣れた時のうわーっていう感覚がね、ほんと楽しかったですね。いやー、なくしたくねえこれ多分モダンだよな。違う、魚？魚かかってる。どうやって釣りなんかわかんないけど、缶釣りだったら中マスぐらいの大きさの魚、例えるとスソッパのレギュラーサイズと同等サイズのものが川で普通に釣れます。もう本当にね、楽しいですね。2日目は25センチくらいの、レギュラーサイズ、食べ頃サイズの魚を中心に、30後半、ランディングネットの外周がだいたい24センチくらいで、直径が37センチくらいなので、それと同じくらいの魚が釣れたのが結構思い出に残ってますね。でこの魚はすごいシャープでヒレがでかくて泳ぎが強かったです。います。昨日マスには到底及ばないですけど、でも40ぐらいあるかな。初日のランディングネットが小さすぎる問題があったため、手作り感と年季の入った対大物用の網を持参したんですよ。それが大正解で、ケール用のランディングネットには入りきれない大きなニジマスが2匹目釣れました。でバッチリ抱えるところも良くて、これホルテの 2.1g の大好きなシルバーラメのオリーブかな。しくっとせるあたりだったけど取れてよかったって感じ。
手頃サイズ。まあ釣れたら楽しいっす。綺麗。過去に行ったエリアでスソパ、あとは大物エリアで有名な鹿島槍ガーデンの魚に負けないほんと引きが強くて、顔もほんと野生味ある顔つきのニジマスがたくさん釣れて、ほんと今回の兆候は思い出に残る釣りとなりました。で行った場所ももうここだけだったので、まだまだ多分ポイントが点在していて、もっともっと大きい魚に会えるんだな、または会えるかもしれないと思うと、いやまた地元に帰った際はですね、いろんな川攻めたいと思います。街中を流れる普通の川なんですけど、この缶釣りのタックルポルテ様々でしたね。これでたくさんのマス釣ることができました。本当楽しかったです。ここからもうちょっと釣り楽しみたいなというところで釣り堀に行きたいと思います。朝ラで行った風林火山さんの二郎系ラーメン、これ食べてるのが8時半くらいなんですけれども、いきなりこってり系のものを注文しております。麺は結構太麺でバシバシしていて二郎系なんですけども、つゆがですね結構乳化した油が強めのちょっと甘めな感じのものでした。追ってつゆを足して、あとは味変で生姜の辛みが効いたものを入れてます。結構お腹がいっぱいになりましたね。山形のマスといったら滝太郎でしょうということで、ここ滝太郎館に来ました。濃い、濃い、美味しい。山ぶどうシャーベットめちゃくちゃうまかったです。とにかく味が濃くてぶどうの良さがね際立ってましたね。地元この地域で作ってるやつぜひ食べてみてください。釣り堀で今のは釣りたいんですけど、99% くらいニジマスしか行ってないので、ちょっときついかなと。なんで別のね釣り堀あるのでそっちも行ってみたいと思います。来ました、カムイコウモリ。ここニジマスとイワナが分かれてて、グラムで買い取って塩焼きとかでいける場所ですね。30年ぶりくらいですね。買わないとね相当頑張ってます。竿借りてきました。1本100円借りて、100グラムあたり350円で買い取り
来が別途50円かかるんで、まあ大体500円から600円くらいでイワナ釣って美味しく食べれるっていう、そういう場所ですね。綺麗ですね。綺麗。これ塩焼きにしていただきます。お父さん、ここやって何年ぐらいになるんですか42年くらいで。？42年。110年後で開通したと。だから、もうや子供できた人、たまに子供連れて。多分自分たちもその世代なんで。やっぱり全然違うな、ガスだけど。網焼けすると、いや、横さ、川さ、水分溜まって、なかなか落ちなくて、で、びちょびちょに。ああ、ちょっと臭みが出て。あと奥は全部湧き水だから。だから、魚もや、川臭くないの。塩焼きできました。炭火でゆっくり焼いてくれて、いただきます。うめえ。マジうまい。いつも釣ってるニジマスと比べると、味がやっぱり身が締まってて、で、魚特有の臭みほどない。今回ね、3軒目ですね。ラーメン森、やってるみたいなんで行きましょう。なんとか3度目の掃除機で早いてよかったです。ギリギリで今2時40分なんですけど、3時までなんですよ。あと40分使ったら昼飯食えなかったですね。ありがとうございます。はい。ラーメン森さんのラーメンです。魚介の出汁がしっかり効いたつゆと、もちもちとした食感とつるつるとしたのど越しの麺がとっても美味しい一杯でした。いい香り。醤油がしっかり効いてて美味しい。チャーシューと鶏肉のチャーシュー2種類入ってて、で麺もすごい味のしっかりしててうまい。麺うまっ。
れぞ庄内のラーメン、そんな感じの一杯でした。ごちそうさまでした。うまかった。なんかザ庄内のラーメンって感じのしっかり魚介の味が効いてて、チャーシューめちゃくちゃうまかったな。味がしっかりついてて。浜田味噌漬け。あれ？はい。こんないい魚が出てくる。これいきなり出される料理みたいな。すごいね。スローバリー。乾杯。うめえ。ありがとうございます。いやー、うまい。めちゃくちゃうまい。これ。どうだいな。いただきます。溶ける。うめえ。これはうめえわ。うますぎるな。岩ガキいただきます。笑けてくるね、マグで。酒は正直者ですよ。高まる期待の背景にはコロナ禍前の水準に戻っていない中国人旅行者数が。うめえ。いただきます。うわいただきます。うまい。飲み会とかで撮影とかに行って多分もう田舎で食べる飯ってうめえな。写真うめえっす。ありがとうございます。普通にいただきます。うまそう。優しいもつ煮。いただきます。全部うめえわ。本当で。今回約5年ぶりぐらいに少年帰ってきて、なんかまず暑かったね。釣りどうなるかと思ったけども、ちゃんと釣れたけん。しかもいつも使ってるタックルでベルベットアーツのさだからどこでも釣れるんだなってのは、もうマスさえいれば釣れるんだなって思ったのに、ホタテのチーズバター焼き。これはうめえわ。お酒がうめえ。本当の方が作ってるヤタコーラっていうクラフトコーラで作ったハイボールいただきます。酒は正直者ですよ。うま
まいっす。マスターうまい。ありがとうございバます。ッチリ。最高だこれ。うめえ。これは最高だこれ。いやーマスターの割りの具合が何倍でもいけるやつよこれ。マスターに出していただいたハイボールに合うおつまみ。パンの中にチーズとレーズンが入ってるんですけど、いただきます。うまい。ちょっとデザート感覚っていうか、レーズンとチーズがめちゃくちゃうめえなこれ。次何語？なんかうまい酒ありますか？そうですね。地元のお酒、日本酒ジャパンはどうでしょうか。立野川いいね。なんかは、はい。日本酒って普段飲まないんだあんまり。お待ちください。はい。いきます。はい。はい、どうぞ。ありがとうございます。お酒は正直者ですよ。辛口ですね、これ。キリッとしてて。きゅうりの漬物いただきます。豆後で。ナイス、すみません。きゅうりの漬物うまっ。ちょっとしょっぱいの。いや、しょっぺぐらいがいいんですよ。つまみさんいいよこれ。漬物でうめえての。ええよ。きゅうりの漬物うめ。日本酒久しぶりに飲んだけど、地元の酒っていいね。うめえ。もし山形県鶴岡市来たらね、竹鈴さん本当にいい店なんで来てください。隣旅館やってて、そこに泊まりながらここに飲むこともできます。はい、おすすめなんでぜひ。安野旅館竹鈴に乾杯。うめえ。ね、眠い？俺眠い。眠いけどなんか泊まってるのすぐそこで楽しかったね。本当に最高の夜でした。今日はまたこれから風呂に入ってゆっくり休んで明日帰ります。戻ります。いや本日もありがとうございました。おやすみなさい。チェックアウトしましたので関東に戻ります。ありがとうございました。いい旅館でした。これから一路バス停に向かってそこから鶴岡駅を目指します。でそこから、特急と新幹線を乗り継いで東京まで戻ります。いやー、いろんなところに行けて天気も良かったし、もう最高の旅でした。
急券新幹線のチケットも購入できました。今日は自由席で帰ります。さっきね、帰省のお客さんなのかかなりの人数が駅中でごった返してました。はい、山形から約4時間半で東京駅に着きました。いや、もう人の多さがやっぱもう段違いですね。無事、こっちに戻ってきたので、これからまた電車乗り継いで帰ります。今回の山形旅ね、2日間にわたって撮影しましたので、ぜひぜひ動画ご視聴お願いいたします。